今の多分ジャックさんぐらいだったら多分取締りになれないと思いますよね。めっちゃ落ち込んできた。はい。これじゃなくてこれ危ない。3、2。では一人だけで大丈夫です。こんにちは。こんにちは。日本語の森ディベート口 vs 口の時間です。殺したこら。今日のテーマですね。今日は外国人が日本に来て成功しやすいか、それとも難しいか、成功しにくいかってことを話し合っていきたいと思います。成功しやすい派と成功しにくい派を分けたいんですね。どっちの意見ですか？皆さん。こっちがまあ成功しやすい。成功しやすいしましょう。成功するには制限が簡単だぞ。制限がいろいろあります。成功しにくい。OK。こっちを成功しやすい、成功しにくい派を分けて話し合っていきたいと思います。じゃあ自己紹介お願いしたいんですが、なんか鬼滅の刃のモノマネを準備したらしいです。じゃあお願いします。上限の3です。鬼にならないら殺す。韓国のバクです。あんなのが遅い。鱗だけグッチです。よろしくお願いします。こんな面白くしていい？なんだよ。はい。俺は自分の責務を全うする。煉獄ロイです。よろしくお願いします。もしもし。校長忍ジャックです。お願いします。あれ？じゃあさっと始めましょうか。はい。ありがとうございます。はい。どっちなのか先に。はい、じゃあ、はい。じゃあ左近寺の口表ですね。左近口です。左近口 OK。じゃあ左近口を。鱗口でもいいです。鱗口。鱗口。鱗口いいです。鱗口だ。このテンション難しい。喋るのが遅い。まず外国から来て働くっていうことなので、もう日本人には、ないスキルをもともと持っている人、その外国から来て飲食店をやろうっていう人とか、なんか自分の、こういうお店をしようっていう人とか、その日本にない料理、その中華だとか、インド料理だとか、そのスキルを持っている人は、その日本人がその中華料理をやるよりかは本場のものを出したりできるので。そうだよ。でそうだよ。どうバカじゃないの？バカじゃないの？だって外国でも成功しやすくない？日本にない技術を使ってもっと成功しやすいってことですね。どう思いますか？ですね、外国人としてはいろいろな制限があって、それがやりにくいかと思います。例えば何の制限？それはこっちのセリフです。司会者がディベートするんですか？個人的にパクさんのことあんまり好きじゃないのでこっちにつけます。はい。どういう制限？はい。初めてビジネス、元からビジネスを持ってない人。ビジネスを持ってない？元からビジネスをやってない人の話なんですけど、例えばいろいろな制限があって。どんな制限ですかって聞いてます。はい。で、それが例えば会社を建てるために日本人が必要。で、その日本の法律を学ばないといけない。特にビジネスに関する法律。で、それもビジネスの暗黙のルールを勉強しないといけない。で、文化の違いもありますし、それによって日本人とのやっぱり日本でビジネスをやってるから日本人との接触するにはその文化の違いが大きくて、それがとてもやりにくいかと私は思います。文化の違い。またこんなことを聞いたらもう本当たまんないですよ。おい、ジャック来いよ。ジャック来い。でも例えば、財務関係のこととても難しいと思います。例えば今までクレジットカードは申し込めません。はい、それははい。銀行の口座をゆうちょと申請しか全然作れません。
はい。あーそろそろこれは基本そういうのが外国人としての制限とはいそうなんですそもそもこれは基準の生活が必要なことでしょ。僕もクレジットカード全然申し込めないんですけど、何回かやったんですけど、その名前が在留カードとの名前は全く違くて、それはひどいな。そうなんです。で、なぜかというと、そのクレジットカードを申請するにあたって、その名前の制限が20文字以内で2つに分けるんです。僕の名前が33文字なんで、すごい。ちょっとフルネームをフルネームを教えてください。ライモンドス・クリスティアン・アリオ・ウィチャクソン。そうなんです。それ全部入れないといけないんです。なんかすごいアニメキャラの前です。そうなんです。僕もクレジットカード4回落ちてますよ今。4回も。結局持ってない。結局持ってないですですよ1回も。名前が長い。めんどくさ。それは制限の話で成功するかしないかというかだからそもそも僕制限だと言ってます。でも生活暮らしたらこれは基本でしょ。それは銀行の基本です。口座とか、生活お金をすらしたいとか。できるかできないかの話じゃなくて、しやすいかしにくいかの話です。成功の前にこの基準のものは必要でしょ。だから日本人だったらこう簡単にできるものを外国人にはもうだから本当にこれがこういうバカバカしい話聞いたら本当にもうしょうがないですよ。だって事実ですよ。ま事実ですよ。ず成功しやすいかしにくいかってまずビジネスのスタート時点ですね。本当にもうビジネスこうやったことない奴らがこんなこと言ったらしょうがないと思うんですけど、じゃあインドネシアだとインドネシアで日本人がビジネスをするためには会社設立にあたって大体2000万か3000万円の長期こう口座を作らなきゃいけないんですね。それを敷金として入れとかなきゃいけないんです。でもインドネシア人は何の制限なくてビジネスができるわけなんですよ。でも日本だと外国人、日本人関係なく資本金300万円で入れとけば一応会社が作ることができるんですよ。なので今2人が言ってる最初からビジネスを始める時の制限があるっていうのは全くの嘘でございます。クレジットカード申請できないのは事実ですよ。はいだからクレジットカードってそもそもなんで自分の国で作らないんですかって話になるんですよ。だってマレーシアで作ればいいし、インドネシアで作って日本で使えばいいんですよ。だから日本人からするとクレジットカードってあなたたちの国であなたたち作って日本で使えばいいでしょって話なんですよ。クレジットカードはみんなそんな感じで今システムを運用してるんですよ。でもクレジットカードなくても会社設立はできますよ。でも銀行は必要ですよね。まあで銀行普通に銀行作れますよ。銀行口座とか普通に作れます。誰でも銀行口座作れないんですか？日本に来て。ゆうちょ以外すごいしにくい全然で。ですきない。だって悠長でこだわる必要があるんですか？悠長じゃないと成功できないんですか？ゆうちょじゃないといろいろ制限があります。どんな制限ですか？だから例えば先方がゆうちょ以外の銀行ありますかとか。そんなありません。だから悠長のありません。微乗しかありません。じゃあ微乗でやりましょう。普通にそう言ってくれます。どんな会社でもです。私たち悠長だから悠長使ってくださいっていう会社は本当に今までビジネスやってて一個も見たことない。友情の制限は本当に簡単な話です。日本語の森から私の口座まで送金できないでしょ。はい。はい制限単純に送金の話もダメだった。どこですか？どの口座ですか？悠長悠長どうしていやできますできますできます。でそれはできる。それはできます。そうですよ。その外国人とかいうのは関係なくて、悠長を持ってる人はみんな同じように送ることができて、それはちょっと僕の調べが足りなかっただけなので、それはそれ調べました。それはちょっと関係ないです。こいつ嘘つきだねそれはちょっと関係ないです。それは日本人外国人関係ないです。それ関係ないです。関係ある。だって今は悠長しか口座作れないの話でしょ。いや悠でも長それの原因は外国人から来ましたのため。こっちだから関係ある。悠長持ってます？持ってる。水を持ってます？水持ってない。持ってないですね。だから作れると思うんです。別にそれは作りたくないから作ってないだけ。じゃあだから問題は成功でしょ、口座を作ったから成功するんですか？まずこの口座の話は別にしなくていいと思うんですよ。いや、成功できないかできるかの話じゃなくだからて、しやすいかしにくいかの話なんだからで、制限、そもそもだから根本的な制限があるから、
そこの分的な制限があるから成功しにくいでしょう。売り上げがあるかないかの話にならなきゃいけないと思うんですそれは次の段階ですよ。成功の前にその基準のものが必要でしょ。だから普通にできます。それは外国そんなに難しくともうそんな思わないです。会社設いや置僕たち全然作れないので。違う、日本人と同じ条件でやってるからそんな問題はありません。それは平等です。ただ日本では日本人も外国人も会社の設立はみんな同じ条件でやるからそれで成功するかどうか決めるのはすごい危ないと思います。外国人がどうすればたくさんの日本にいるお客さんから信頼を受けることができるかとかそういう話をした方がいいと思うのになんでこんなに嘘つきたちがこんなに今日集まってるかそもそも成功しやすいか成功しにくいかの話なんで、そうです成功するかどうかは別として、成功しにくいので成功するかどうかは分かんないです。じゃあ、ロイさんが言ってるのがちょっと当てますね。最初ロイさんが言った制限が多いっていう話の中で、文化の違いがあるって言ったんですよ。でそれが何かというとインドネシア料理屋さんを作りたいです。でその物件調べて入るときにその審査に落ちる場合がかなり高いです。日本人じゃないからの理由で。これは僕が証明できる。信頼しにくいでしょう。だから目に見えないその法律的には平等かもしれないんですけど文化とかその生活によってその見えない制限がかなりあると思いますね僕は。これはですよね。そうなんですよこの話ですね。そうなんですよ。わあ、司会者じゃなかったんですかあなた。司会者でしたよね。大丈夫もうこんなもんですよディベートってもう反論してください。こっちに。パクさんが嫌いだから敵味方ないんですよだからそういう話をする連中を見ると本当限りなくちょっとバカバカしくて話したくもないんですけどこれだけ言っておきます。成功っていうのはまず 100m の短距離の走りではありません。スタートだけ速ければ成功するってわけではありません。問題なのは会社を設立した。じゃあクレジットカードもじゃあ作れた。その後からが本当に大事なんですよ。外国人が制限があるかどうかの話をした方がいいんですよ。口座の話とかこうやってるんですよ。司会者はなんか変えた方がいいんじゃないですか。じゃあ別の話を話そう。おうどうぞ。会社の機構ですか。会社の機構は偉いの方は普通日本人だけでしょ。いいえ例外ありますか。いっぱいありますよ。例えば、楽天も社長さん名前忘れたけど申し訳ないです。でも三木谷社長です。はい三木谷さん申し訳ないです。そうです。大丈夫。ちょっと麻酔銃。でも別の麻薬してきたんですかこの別の国と比べたら例えばマイクロソフトかサティア・ナデルさんとかインド人ですけど、仕事の話は偉いの段階にできるの方は比べたらめっちゃ少ないです。外国人は少ないと。はいこのバカ本気で言ってるんですか。正直僕は今意味が分かんない。人種差別があるってことを言ってるんですか。外国人差別。でも今の日確か本では日産以外私多分私ばっかかもしれませんけど分かんないけどでも多分私知る限り、日産以外、あんまりないと思います。西さん。そうですね。今のそうですね。今の多分ジャックさんぐらいだったら多分取締りになれないと思いますね。めっちゃ落ち込んでる。これ危ない。いいと思うんですけど。まず日本にはぶっちゃけて差別はないと思います。僕もそう思います。いや単純に比べたら外国人の場合は仕事とかいろいろが日本で成功比べたらにくいと思います。例えばさっき会社の話のだから今言ってるのはじゃあ人ってそれぞれメリットもあるし強みもあるし弱みもあるわけなんですね。それ日本人もそうです。日本人も、障害者がいるわけなんでしょ。だって車椅子で生活する。だから私車椅子だから成功できないと思ったらそれは良くないと思うんですよ。だから私は外国人だから何もできないと思ったら本当それまでの話だと思うんですよ。じゃあこの話はちょっと基準が違うからその成功しやすい理由って何ですか。
はい、そもそも成功しにくいと成功しやすいの話なんで。外国人が日本来てその成功しやすいメリットってありますか、逆に。いっぱいあります。それが何かちょっと話していただいっけぱいあります。ジャックさんのもうそういう感じですよ。日本人には逆にそうだよジャックさんエンジニア不足なんですよ。その日本にはエンジニアを育てる寄付なんですかね。あなたがそこに座ったらおかしいんですよ。あなた今楽天で仕事してるんでしょ。学校自体はあるのかと知らないですけど、まあ、海外の方がエンジニアを育てるなんですかシステムが発達した国が多かったりとか、日本にはないものをもう日本の企業が求めてるから、ジャックさんみたいに日本ですぐパッと。逆にそのジャックさんと全く同じ技術を持った日本人がいるなら別ですけど、結構そうではないので。数が少ないから。そうです。でも多分これはじゃあ何も言えないでしょ。グーの音も出てると思います。ダメだそれは本当座ったらダメですよ。じゃあめっちゃ給料高いもんだって。楽天って超一流の企業で超高い給料もらって仕事してるもん。これはちょっと確認したいです。成功の意味は何ですか？私今みたいの楽天で仕事を働きまして、毎年給料数十万がもらって、それは成功ですか？今話題の成功の意味は具体的には何ですか？じゃあビジネス的な成功の場合は、今の場合は全然成功しませんよ。成功じゃない。これかっこいい。私の給料じゃなくて、例えば年収700万、それは成功ですか？それは全然社会の試験から成功全然しませんよ、これは。もうそこはもう道徳的な話になるので、ディベートできない話題になります。もう一回言いますが、これ道徳の話じゃなくて、本当また個人の話をしてるわけなんですよ。一般的にいきましょう。今ジャックさんぐらいの給料だったら、多分経済的な自由があるんですよ。そんなになんかレストラン行くときに、すごい値段を細かく見て、これ食べるか食べないか決めない。普通に入って、普通に食べて、普通にまた買い物もう買いたいものがあったら普通に買う。で、それが、自分にとっては成功じゃないかもしれないけど、それはあくまで個人のまた話になります。だから私今さっき私の場合の話を言ったでしょ。だから私の場合は全然成功しませんじゃない？それは個人の話です。あなたは社会の視点から成功はだから社長とか本当に素敵なキャラが持っています。私は単純に本当に普通な会社員だけですよ。ここからぶつかってると思うのが、基準が違う。こっちは一般的な基準、だから抽象的な基準ですね。そんなもう会長とか大手の企業の会長とかじゃなくて、本当に一般人の、年収50万とか、100万とか、その生活が楽なくらいの成功か。年で1年で50万円はじゃあ500万ぐらいとか月50万とか、はい、びっくりしました。でこっちはこの成功の基準って何ですかってことです。だから別にそこは一般的なことを話した方がいいと思います。個人の話をするとディベートにならないんです。一般的な成功はキャラじゃないでしょ。あなたの感想でしょ。一般的な成功は、はい、皆さん一般的な成功はキャラでしょ。キャリアです。社長とか。だからそれはあなたたちの個人の感想につきません。いやこれは普通にキャリアっていうのは成功するにあたってキャリアが進んでるんですよ。わかりました。じゃああなたの成功はどこまでですか？キャリアでどこまでキャリアアップですか？キャリアアップでじゃあどこまでですか？社長の地位まで。どの会社の社長ですか？どの会社ってどれでもいいでしょう。みんな人それぞれその成功の基準が違うから、さっきクチヨンがそのエンジニアの話したわけなんですね。ちょっと今話してるから声入れないでください。かぼちゃいやだって私は本当に普通な会社員だけで、それは皆さんも個人の感想です。じゃあロイさん、あなたの感想です。ロイさんが話してください。キャリアアップのためにはいろいろな暗黙ルールとかビジネスのルールとかそういうことをだからあなたそういうことを学ばないといけないし、文化の違いもありますし、あと日本語の違いもありますし、日本では信頼しにくいでしょ。しにくいの話なんで、そもそも成功できるかどうかの話なんですよ。じゃあクチヨン、この話どう思います？その文化の違いとかそういう外国人だからの不利な要件。不利な要件。
不利な要件、最初から思ってたんですけど、めんどくさいとかいうことも一回、クレジットが下りないからとか、まあ確かに書類は日本人よりも提出しなきゃいけないとかはあるかと思うんですけど、それじゃなくて、成功するかしないかだったら、そこじゃないですよ。しやすいかしにくいかビ。ジネスが成功するかしないかは、アイテムですよね成功で。すアイテム。魅力的なアイテムがあれば、まあ、講座を作るから成功するとは言えないんです。しやすいかしにくいかです。だから成功するには、僕たちは制限は日本では多くあります。一つだけ、本当二つだけ質問します。あなたが国威留学生になるために、日本でどんな制限があったんですか？いや、そもそも国費留学生になるためには、インドネシアから申請するので、その国費留学生はインドネシアから学生を送ります。だからどんな制限がありましたかって聞いてます。あなたインドネシア人だから他の国と比べてもっとこんなのを出さなきゃいけないとかそういうのがあったんですか？できないかできるかできないの話じゃなくて、しにくいかしやすいの話です。で、国費留学生は、例えば国費留学生だけじゃなくて、留学生として、しにくいかしやすいかって基準で制限があるって言葉を言ったんですよ。じゃあ、はい。じゃあどんな制限があったんですかって今聞いてます。どこにアルバイトできるかも分かる。留学生になるための制限がありました留学生、普通の留学生。言ってないですね。でないですね。ないです。何も言ってないです。そうですね。私質問だけします。ジャックさんはちょい中企業の楽天で仕事をする。でそこで就職しました。採用されたんですね。採用されるまであなたどんな制限があったんですか？普通の会社員だから制限ないし。普通のあなたはマレーシア人です。じゃあ制限がありましたか？なかったんですか？ないんです、ね。OK、じゃあまとめます。インドネシアと日本と今同じ条件を持ってて、日本でしにくいってことです。そうなんです。同じ条件を持ってて。でもパクさんが言った通りに何も制限がないです。実際に何も答えられなかったです。2人はですね。はい。でもただこの中立の立場で見ると、外国人だからその制限をやられるわけじゃなくて、ただその文化の差とかその生活とかになれるそのハードルが高いって聞こえますね、僕には。だから制限はそれはただ成功しにくいじゃなくて生活になりにくいってことだで聞から多こえます。分パクさんの話題は成功ではなく生活。いい、はい、2人は成功したい子たちこっち側です。まあディベートはここで終わらせたいんですけど、じゃあ誰でしょう？これはもうまず、司会者僕の意見を言うと、僕はしやすいと思います。最初からそう思いました。もう今までもそう思った。もちろんその生活はしにくいけど、それは生活に限る。成功には外国人だからこそのメリットがあると思います。さっき最初口山が言った通りに、その日本にはない技術、例えばインドネシア料理とか、例えばマレーシアのなんか IT 系のなんかそういうのとか、日本に足りない技術は絶対あるわけだから、それを利用したら成功しやすいと思います。なので今日の価値はイエスイエス。じゃあ皆さん、じゃあ認めてください。いやもうちょっと喜んだ方がいいね。存在感出る。いやこれもちろん人によるし、商品によるし、態度によるし、気持ちによるから、もう人それぞれ全然全く違いますよ。日本人も失敗するわけだし、外国人も失敗するわけだから、これは自分でもしビジネスを目指している方は本当に自分でしっかりこれを準備してやってください。日本でも成功はもちろんできます。ちょっと待って。じゃあで今日のディベートはここで終わらせていただきたいと思います。じゃあ皆さん仲直りしてください。お疲れ様です。ちょっと気まずい。